こんにちは。 DIY カフェのチャーシューです。このチャンネルでは古民家をセルフリノベーションする様子をお届けしています。これまで古民家の1部屋目のリノベーションを完了し、現在2部屋目を改装中です。今回の動画は建具の塗装の様子をお届けしています。塗装する箇所は窓枠、襖の鴨居、敷居、壁です。真っ白に明るく仕上げることを第一にして作業しています。D さんと2人で力を合わせて見て楽しい、見てためになるセルフリノベーションチャンネルを目指しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回の作業工程はこちらの5つです。1つ目、木材のアク抜き。2つ目、拭き上げ作業。3つ目、磨き作業。4つ目、アク止め処理。5つ目、ペンキ塗装。こちらが作業内容です。作業の途中で使用した材料や注意点など紹介していきます。それでは作業に入っていきます。1つ目の木材のアク抜きは、ステンレスのバケツに漂白剤を入れ、ハケで窓枠や鴨居に塗っていく作業になります。今回使用した木材漂白剤は、メーカーはリスダンケミカルさんで、赤クリーン2リットルはショップ価格4400円です。これで木材の茶色から明るい色へトーンアップすることができます。用途として木質部全般で使用され、柱や天井、敷居、鴨居のアク、シミ、カビ取りに利用されています。使用方法は原液を 2,3 倍で水で薄めて汚れた部分につけたらブラシやスポンジで洗浄していきます。その後 2,30 分放置しますと漂白されて白くなってきますので、水で濡らした雑巾で何度も水拭きしていきます。作業中はゴム手袋と保護メガネ、マスクを着用しています。そして注意点ですが、酸性タイプの製品と一緒に混ぜてしまうと有害ガスが発生してしまいます。容器の側面を強く持ってキャップを開けてしまうと溶液が飛び出す恐れがありますのでご注意ください。2つ目の拭き上げ作業は、木材漂白剤を塗った箇所を濡れ雑巾で拭く作業です。雑巾は何枚か用意して水洗いしながら掃除しています。この作業でもゴム手袋とマスクは着用しています。今までこびりついた汚れやホコリもついていたり、長年の汚れの蓄積はとても拭きがいがありました。雑巾で拭くと茶色の汚れがたくさんついて拭き取るときに気持ちよかったです。漂白剤の効果で徐々に木も少し明るい色になってきました。汚れが少しずつ取れてくると嬉しい気持ちになりますね。今回は水を使っていますが、40度ぐらいのお湯を使って掃除すると汚れが落ちやすいと聞いたので、次回雑巾掛けするときはお湯も試してみたいと思います。3つ目の磨き作業は、木材をサンダーで研磨していきます。鴨居や窓枠を研磨することで明るい木の色になっていきます。今ご覧いただいている鴨居の木の色が明るくなってきているのがわかりますね。サンダーを横向きにして接地面を広くしました。ペンキ塗装する前に木の色を明るくしておくことで、塗装後も下地の茶色が見えにくくなると考えました。こちらを見ていただきます通り、茶色も明るい色になってきて気分上々です。サンダーの作業は軽い力で前後均等に両手で持って磨いていきます。作業の準備として粉塵が発生するため、環境を良くするために窓を開けてゴーグルやマスクを着用しています。サンダーはいろいろなメーカーさんが出されています。こちらは両備産のサンダー MS30B を使用しています。MS30B のサンドペーパーの取り付け方式はクランプ式です。いろいろな市販のサンドペーパーをサンダーの設置する面の大きさに合わせてカットし、クランプ部にペーパーを挟み、
レバーで固定して使用します。ハンドルと補助ハンドルのグリップ力を高めたいときは、ホームセンターなどで作業用の手袋を準備されると良いと思います。4つ目のアク止め処理は、カチオンシーラーをローラーとハケで建具に塗布していきます。こちらの塗料の特徴は、こびりついたタバコのヤニやシミのにじみ止めができることです。カチオンのプラスイオンと壁やコンクリートなどの下地のマイナスイオンが電気的に引き合って上塗り塗料の密着性がアップし、さらに防カビ剤も配合されています。カチオンシーラーを塗ると密着性も上塗り塗料の耐久性も上がるのでお得な感じがしますね。こちらのカチオンシーラーのメーカーさんはカンペハピオさん。水性カチオンシーラー乳白色4リットルは Amazon 価格5300円です。匂いも少なくて乾燥が早いのも良いと思いました。ここでポイント紹介です。私がシーラー作業で気をつけているポイントは、しっかり均一に塗ることと乾燥時間を守ることです。シーラーが塗ってあると上塗り塗料が表面にきちんと乗ってくるのがわかりますが、塗られていなかった箇所があった時、そこが色ムラになってしまうことがあります。ゆっくり全体に均一になるように塗ることが大切です。そして乾燥時間を守らないとシーラーと上塗り塗料が混ざってしまい、ちゃんと効果が発揮できません。カタログに記載されている時間を必ず確認しています。こちらのシーラーは裏面の記載を見ますと、室温が20度なら2時間以上、寒い時期は4時間以上時間を空けてくださいと書いてありました。こちらの乾燥後にペンキ塗装を開始します。それでは5つ目のペンキ塗装です。白い塗料を塗る作業になります。鴨居、敷居、窓枠、壁に塗っていきます。最近の一番のお気に入り作業がこのペンキ塗装です。今回使用する塗料は先日配信した天井塗装の動画で登場しました IP 水性マルチコートを使用します。こちらが IP 水性マルチコートです。メーカーはインターナショナルペイントさん。IP 水性マルチコート 15kg。艶消しはショップ価格14,000円です。この塗料は疎水性と防カビ性が高くて艶消しなのですが、乾燥後は光沢感や高級な感じがしてとても良いですよ。そして乾燥後は綺麗に仕上がる安心感があります。塗装の乾燥後も塗装割れが見られないこともいいところだと思います。私はとっても大好きな塗料です。配信されている天井塗装の動画でも塗った後の明るさが十分わかると思うので、ぜひ見てくださると嬉しいです。ここで塗る際の基本動作を確認します。ペンキを塗る時の基本は、配る、広げる、整えるの3ステップです。これで刷毛跡も目立たなくなります。あとはできるだけ刷毛の角度は垂直にした方が良いと言われています。寝かせてしまうとペンキが伸びにくくなってしまうからです。こちらはリスタさんのホームページで記載されている作業ポイントでかなり参考になりました。塗装は 2,3 回重ね塗りすると明るい色になっていきます。塗装後の様子を見ながら重ね塗りするか決めていきます。そもそもなぜ白色にしたのかと言いますと、白くすると清潔感があって、さらに部屋が広く見えるからです。そして初心者は白色がいいんじゃないかということになり、私も明るくなるならいいなと思い、白色に賛成したのです。しかしこれはこれでこの後悪との戦いが待っていると知らずにいたのでした。
壁と木材からとてもアクが出ることを今回の塗装でも天井の塗装でも感じました。プライマーも上塗り塗料の接着に必要な処理ですので行うのですが、これをしたからといって全てのアクが完全に収まるわけではないのを知りました。職人さんや玄人の方は木からアクが出ることを知っています。だからこちらに藍色の塗装を行ったり、壁などにクロスを貼ったりするのだなと感じました。なかなかアクが手強いので、これからたくさん重ね塗りすることを思うと、ペンキ代が高くなってしまいそうです。そんな不安を払拭するために、この度、アク止めールを入手しました。今後はこちらを使ってアク止め処理を行います。もともと古い壁や木材は表面にアクやシミが染み込んでいることが多くて、そのままの状態で新しい壁材料や塗料を塗ってもアクやシミがそのまま浮き上がってしまうのです。アク止めールは強力なアク止め処理剤とのことですので、とても期待しています。ペンキ塗装をするとき、白色のペンキを塗るわけですが、服にペンキがついてとても目立っていました。それを回避するために白いシャツを着ようということで、最近は白 T シャツを着ています。ドンキホーテで980円。白 T シャツお買い得です。この2つ目の部屋が完成したら、部屋全体が真っ白になっているはずです。その様子も動画でお届けできたらいいなと思っております。この後塗装完了した建具の映像をお届けします。壁と天井が白いこともあって統一感が出てきましたね。IP 水性マルチコートの力で塗り終わった箇所を見ると明るく仕上がったのがわかります。本日は建具塗装にお付き合いいただきありがとうございます。そしていつも動画を見ていただきありがとうございます。見て楽しい、見てためになるセルフリノベーションチャンネルを目指しております。ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。